どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回もジグというか材料の切り出しですね、始めていきます。じゃあスタートと。はい、まずジグ1個目分の素材切りましたね。もう1個のジグはもう短くなってるので、そのまま旋盤で掴んできます。今のうちにロッカーアームの素材も切っておきますね。とりあえず素材は予定数の9個切り出すことができました。はい、材料の切り出し終わったので、まずはジグから作業を進めていきます。ジグ A、こんな格好ですね。ジグ B と、ここから先はロッカーアームですね。の素材、切り出しとか、加工手順ですね。では、まずジグ A からやっていきます。素材はこれですね。よし。これで反転と。はい、とりあえずはここまで来たので、あとこの辺いらないので全部削っちゃいますね。旋盤の工程が終わったのでフライス板に移ってきました。今回は振り回しでセンター出していますが、急センターと振り回しによるセンター出し、どっちが正確なんでしょうね。今回はちゃんとセンターが出てないと後で困ることになります。穴開け、この2箇所ですね。基本通りセンタードリルからですが、この穴はリーマー仕上げとなるので、次のドリル段階ではリーマーの下穴となります。最後にリーマーを通してこの穴開けは完了ですね。このジグ最後の加工はこの部分に平らな部分を2センチぐらいあれば、2、3センチあれば十分ですね。この穴に対して平行にやらなきゃいけないので、最初に開けたノックピン用の穴にピン入れて、このようにピン入れてと、底付けしちゃうのでちょっと下駄入れてと、こうしとけばこの穴に対して平行になりますね。
これだけ平らな部分がありゃ十分ですね。次は、ジグ B のベースプレートですね。はい、ここまでできたので、ここ切り離したいんですが、本当はガチャノコで切っちゃいたいんですよね、ここ。バーっと。ただ、もうつかみしろないので、ガチャノコで切れないですね。仕方ないので、突っ切りでいけるとこまで行って、あとは手の甲ですね。手間かかりますが、しょうがないです。なんとかここまでは突っ切りできたんですが、これ以上はもうどうやっても届かなかったんで、手の子でしたね。疲れた。はい、ジグ B の旋盤工程も終わりました。穴開け加工をやってきます。はい、ジグ完成です。やっとジグの製作が終わったので、ここからロッカーアームの製作となります。この穴とこの穴、それぞれリーマーで通していくんですが、で、2箇所はキャンセルします。いらないので。まあ、全部に穴を開けるので、合計9個やらなきゃですね。なお、今回の穴開けは、原点出しが少し甘くていいので、1、2目は少し甘めでいってます。重要なのは穴と穴の位置関係ですね。それさえ守っていれば、最初がどこに開こうと問題ないですね。まあそうは言ってもあんまり端っこに開けちゃダメなんですけどね。回転は下げ目で、はい、1個目と。はい、これで1決め用の穴加工終わりました。全部で9つあります。この先同じ作業をずっと繰り返すことになります。
材料の切り出しと穴開け加工までは進んだので、次は旋盤加工ですね。ここちょっと削っていくっていう作業ですね。ネジで固定と。とりあえず1個目と、まず段差を作りますね。こんな感じで。はい、8個できました。本当は9個あったんですが、どうもこれ穴位置微妙にずれたみたいで、早速第3工程目で脱落しましたね、1個。もうこれで失敗できなくなりました。まあでもなんとかなるでしょう。とりあえずやってみますね。ここまで旋盤でやったんですが、よくよく考えたらフライスでやった方が楽かなと思って、次からフライス、この反対側やるんですが、反対側フライスでやろうと思います。4番ですね。反対側ですね、3番目。やっぱフライスでやった方が効率良かったですね。結構こっちの方が楽にいきました。はい、次は手順5番ですね。この辺を丸く取れば OK。ジグ変更です。よいしょ。このジグは下ろして、で、こっちの5番、6番、7番、10番の兼用ジグですね。でもって5番にセットと、セット方向はこっちと。はい、手順を終わりました。8個全部終わりました。こんな感じですね、今の段階では。まだ正直ロッカーアームには見えません。はい、手順6ですね。今度はこの内側に R をつけてきます。削り方はさっきと同じで、ただジグ5番にセットしてたのをこっちの6番にセット。この内側を削っていく感じですね。まあ、一発目なので慎重にいきます。でネジ締めると。
はい、手順6完了しました。ちょっとロッカーム感出てきたかな。それでは手順7開始していきます。やり方は手順6とほぼ同一で、セット位置だけを7番に変更。そしてR 半径が変わりますね。この辺まで手順が進んでくると、1回の削る量というのはだんだん減ってくるので、徐々に作業時間は短くなっていきます。むしろ付け替える時間の方が長くなっていきますね。7工程目終わりました。だいぶ軽くなってきましたね。作業手順を若干変更します。当初の予定では、ここから先 CNC での加工の予定でしたが、うちの CNC やっぱり鉄系は弱いので、汎用機で最後まで行くことにしました。ただ数が多いので、とにかく同じ作業を反復していくんで、だんだん飽きてきちゃいますけど。ここから 10mm のエンドミルが入らないところになるので、4mm のエンドミルに付け替えていきます。工程8かな ?9 かな終わりましたとこ。工程9まで一応終わりましたね。はい、次の加工は10番と11番ですね。さっきやった8番、9番を反転する感じですね。だいたい加工方法としては同じです。これで手順10と11終わりました。だいぶロッカームに見えてきましたね。ここですね。ここからここ。そうですね。こっちの図だとこの辺りを仕上げます。そのためにはまずこれを平行を出さないとダメですね。はい、水平ですね。なので水平になったらロックと。
も終わりと。今ここまで来ましたね。こんな状態です。あとは次ここ。この部分、まっすぐ削っていきます。これで言うとこの部分ですね。サーキュラーにセットしておけば角度出しが楽でいいですね。上が削ったやつ、下が未加工のやつですね。平らな分を作りました。はい、あと作業手順も3つ4つぐらいですね。あとがこれだったのでかなり軽くはなってます。さてジグ交換ですね。これからやるのはここの部分ですね。R をつけていきます。予定通り綺麗な R がつきましたね。はい、次の手順ですが、ここですね。ここに平らな面を作って、それでネジですね。ネジを、M3 のネジ作ってきます。エンドミルが届くかチェックしています。ジグを削ってしまえば余裕で届くのですが、もしまたジグが必要になった時のためにジグは削らないでおきます。まあこんな感じですね。あとはここの真ん中に溝掘ってベアリングがはまるようになれば終わりですね。サイドカッターアーバー使って、2度切ります。高さマイナス 2.255 とマイナス 1.745 ですね。それで基本的にはベアリングが入る幅になります。
まあでもいい感じに削れてるのではないかと思います。はい、これで今回の、作業は一段落ですね。一通り終わりました。もうロッカーアームの格好をしてますね。はい、ロッカーアームの製作終わりました。まあ元がこれだったってことを考えれば、まあうまくいったんじゃないかと。今回の製作としてはここまでですね。本当は仮組みとかもやりたいですが、仮組みの前にやることが結構あるので、ロッカーアーム自体を作ったところで今回は終了となります。まあ一応ローラーロッカーアームなのでベアリングがつきます。まあシャフト通るようにはしてあるので、まだシャフトにつけるクリップやなんかの準備ができてないんですね。まだこれから、このシャフトの加工があったりとか、実際にはもうちょっとかかりますね。図面では余裕を持って作ったはずですが、ちょっとカツカツでしたかね。余白少ないかもしれないので、後でここの辺は手やすりで削るかもしれないです。けどまあとりあえずこれでいきます。修正は後でもできるので。あとこの芋ネジですね。ネジが来ないとダメですね。よし。あとはそんなとこかな。はい。次回は、仮組みしたいですね。細かいパーツやって仮組み進めようと思います。それが終わったらカムチェーン周りですかね。まあ何にしても今回の作業うまくいってよかったです。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。